前回のガジェットバジェットは TB321FU CN 何かが剥がされた跡がありますね。何やら紙が出てきましたが、中身はすべて中国語ですね。では電源を入れてみましょう。一瞬、ブートローダーがどうの。あれ、アップデートできません。これは一体。普通、買ったばかりでこうなっていることはないぞ。何をやったんだ？ Gadget Budget。 皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。こちらは後編の動画となっています。もしまだ前編を見ていない方はぜひ前編からご覧ください。前回開封したレギオン Y700 ですが、おかしな点が盛りだくさんでした。おさらいすると、型番の後ろに CN の文字、ブートローダーが OS アップデートができない、 USB デバッグモードが有効という状態でした。普通なら故障かもとここでパニックになり、サポートに問い合わせたりするかもしれませんが、この状態では販売店はおろかメーカーも相手にしてくれないでしょう。というのも、このタブレットはもともと中国版なのです。そもそもレギオン Y700 は中国国内でしか販売されておらず、グローバル版というもの自体が初めから存在していないのです。ここからは私の勝手な予想になりますが、このグローバル版を謳っているタブレットは誰かが一度開封し、開発者サービスから USB デバッグモードを有効にして OS のブートローダーをアンロック、それからグローバル版の OS に書き換えてリセットの上再パッケージしたものだと思います。まさかレノボ本体がわざわざそんなことはしないと思うので、第三者でしょうね。なのでこのままではレノボの正規サポートは受けることができないでしょうし、一度第三者の手が入っているので、どんなバージョンの OS がインストールされているのか、その他どのようなアプリが入れられているのか全くわからないという非常に危ない状態です。専門用語ばかりですみません。車に例えると、正規ディーラーではない店で新車のベンツを格安で購入、見た目は新車のベンツだけど誰かが乗った形跡があり、中身は改造されている状態。エンジンや足回りは正規パーツだし、乗り心地も快適なんだけど、ブレーキやエアバッグは大丈夫？その他安全装置がどうなっているか分かりませんといった感じでしょうか。ベンツに乗ったことないですが、なぜそんな面倒なことをするのかというと、中国のスマホやタブレットにはいろいろな制限があり、 Google のアプリが使えないのです。Google 検索も Google プレイストアも Gmail も使えません。 Google のサービスを使いたいというニーズに応えるため、誰かが特殊な方法で OS をグローバル版に書き換え、グローバル版として販売しているということですね。さて、そんな限りなくグレーなタブレットを買ってしまったわけですが、日本語が使えるからいいじゃないかとはいかないんですよ。残念ながらこのままでは Google のサービスを使うことはできません。Google には Google モバイルサービス認証といって、 Google が定める互換性基準を満たし、 Google の正式な認証プロセスを通過することを義務付けています。 GMS 認証を受けていないスマホやタブレットで Google のアプリやサービスを利用することは Google のライセンスや利用規約違反になる可能性が極めて高いのです。ちなみにこのタブレットはどうでしょうか。デバイスが対応しているかどうかは Web で検索することができます。型番で検索するとありました。こちらの製品名は日本向けに販売されているものですね。そしてなんともう一つ出てきます。こちらが中国版名称ですね。型番は同じで、どちらも GMS 認証を受けています。中国版の製品も GMS 認証を受けていたのはちょっと驚きました。レノボはもともと同じ型番で海外展開する予定だったのでしょうか。でもこれでこのタブレットで Google のサービスが利用可能であることが分かりました。しかしまだ問題は残っています。 Google プレイストアを見ると、ほらね、ブートローダーがアンロック状態では認めないぞと怒られます。この状態ではセキュリティが担保できないからです。さらにワイドバインのセキュリティレベルにも影響し、プライムビデオやネットフリックスが高画質で見られなくなる可能性もありますね。
詳細な手順は解説しませんが、正しく Google サービスを利用するためにはブートローダーを再ロックしないとダメですね。そうすれば Google プレイストアの問題が解決し、 OS のアップデートもできるようになるはずです。さて、小難しい話はこれくらいにして、再設定中の画面をご紹介します。開封後には出てこなかった画面です。セットアップの途中、何やらおすすめアプリのインストールを促されるんですよ。よく見ると TEM や TikTok、 中国由来のアプリがおすすめされています。 Kindle はまあタブレットなのでわかりますが、ロイヤルマッチが不可欠となっているのはちょっと笑いました。ここにあるアプリは今のところ不要ですね。セットアップが完了しても不要なアプリを消していきます。不要な広告や通知に1バイト、いや1ビットたりとも使わせたくありませんからね。普段なら ADB というコマンドで。じゃじゃん。不要アプリのことなら僕が教えてやるよ。わかるんですか？レノボは初めてなのでお願いします。これはいらない。これもいらない。はい、削除。削除。これもいらない。これもいらない。削除。これは無効化。これもいらない。これもいらない。これもいらない。消せないから無効化。これくらいかな。Google 純正のアプリはそのままでも良いけれど、気になるようであれば YouTube Kids の削除や Kids スペースの無効化あたりかな。ブートローダーの再ロックはいいけれど、肝心の技的マークはどうなんだ。中国の製品ならちゃんと調べた方がいいぞ。じゃ、またな。そういえばそうでした。彼の言う通り、これは中国国内向けの製品。技的がない可能性が非常に高いですね。本体にはもちろんマークはありません。総務省で検索してみましょう。 TB321FU ありました。ちゃんと技的申請されています。これは同じ型番で日本にも展開する予定だったのでしょうかね。技的の問題もクリアになりました。少しゲームを動かしましょう。アンツツ200万点超えの CPU 性能なので言わずもがなですが、他の配信者様のレビューでも原神やかなり重い音ゲーをガンガン動かしているので、この辺りはもうサクッとお見せします。ちなみに動画で詳しくは解説しませんが、 PS2 のエミュレーターなんかもすこぶる快適に動作するらしいですよ。まとめですが、某海外通販サイトで購入したこのタブレットの正体、中国版を改造したなんちゃってグローバル版だったということです。ハードスペックに偽りはなく、価格は安いですが、正直購入はおすすめしません。いつもなら概要欄にリンクを貼るのですが、今回はやめておきます。私が買ったものは言語選択できましたが、ブートローダーがアンロックされた普通ではない状態で届きました。販売店によって状態が違うかもしれません。グローバル版と書いてあるのに中国版が来てしまう可能性もありますし、第三者によって不正プログラムが仕込まれるリスクもあります。検索すれば OS を書き換える手順について書かれたサイトが出てきますが、失敗するとタブレットが分鎮化するリスクもあります。そうなるとメーカーの保証を受けることも難しいでしょう。それでも某海外通販サイトから買う方はこうしたリスクを念頭の上、自己責任でお願いしますね。 Amazon でレノボから同じスペックのタブレットがレノボレギオンタブ 8.8 Gen 3として日本向けに販売されているので、欲しい方はこちらを検討してみても良いかもしれません。それではまた次のガジェットで。